ボーカロイドを愛するあまり、ミュージシャンを見かけると思わずマスターと呼んでしまう諸君、こんにちは。いつかボカロ P になるであろうライドレックスです。この動画は、現在ライドレックスの V ロイドハブや、ブースで配布しているボカロ系 3D モデルについての解説動画です。3D モデルの利用方法について、具体例を挙げてお知らせするので、ご興味がある方は参考にされてみてください。また、動画の最後に、動画で紹介した 3D モデルのプレゼント企画があるので、最後までご覧ください。ライドレックスはこの春、2023年の2月にゲーミングノートパソコンを手に入れ、ブレンダーと V ロイドスタジオを使用して、モデリングを始めた。この8ヶ月間で、9体のキャラクターを完成させた。9体のうち8体は初音ミクをはじめとするボカロ系キャラクターの二次創作であり、残りの1体は同人作品用のオリジナルキャラである。現在、完成したボカロモデルは、ライドレックスの V ロイドハブで VRM1.0 モデルを公開してあり、誰もが無料でダウンロードして利用できるようになっている。また、同じキャラクターの MMD 用 PMX モデルをピアプロのサイトに投稿してあり、これについても誰もがダウンロードできて、ミクミクダンス動画などで利用することができる。さらに、汎用性が高い VRM0.0 モデルを PMX モデルとセットにして、お布施版としてブースからダウンロードできるようにしてある。お布施版は有料である。無料配布の VRM1.0 は、まだ普及していない形式のため、一部のアプリでしか動かない。今すぐ様々なアプリで遊びたい人は、お布施版をご利用いただきたい。では、これらのモデルをダウンロードした後に、皆さんはどのようにモデルを利用できるのか、具体例を話していこう。まずは無料配布の VRM1.0 モデルである。これをダウンロードできるのは V ロイドハブである。ダウンロードサイトについては概要欄や説明欄にリンクがあるから、そこから飛んでモデルを入手することができる。V ロイドハブのこのボタンを押して、モデルデータをダウンロードしたら、VRM1.0 モデルが入手できる。この VRM1.0 形式のままで利用できるアプリは、まだ少ないから、本格的に利用できるまで、数年以上待たなければならない可能性があるのだが、今すぐ利用できるアプリも存在するから、その中から実用的なものをいくつか紹介しよう。ちなみにここで紹介するアプリは、VRM0.0 にも当然対応しているからお布施版モデルを持っている人は、問題なく利用できる。それでは早速案内しよう。一つ目の VRM1.0 対応アプリは VMagic Mirror である。このアプリは VTuber 向けに作られたアプリで、パソコンのカメラに向かって話すだけで、自分自身の表情や身動きをアバターが同じ動きでトレースしてくれるという優れものである。なんとこれが無料で利用できる。この手のアプリはモデルの顔だけが動いて、腕が動かなかったりするのだが、このアプリはウェブカメラだけで、手の動きや口パクの動きまでトレースしてくれる。他には一切機材は必要ない。少し前までは、本格的な VTuber になるには高額なモーショントレース機材が必要だったりしたのだが、現在はこのアプリだけでも VTuber になれるから、個人 VTuber 勢が喜んで利用しているのである。モデルの背景は10日にできるから、ゲーム実況をはじめ、ライブチャットから、ゆっくり系の解説動画まで幅広く作ることが可能だ。2つ目に紹介するのはブレンダーである。これは総合モデリングソフトであり、キャラクターを作ったり、3D アニメを作ったりするためのソフトである。このソフトも VRM1.0 に対応していて無料で利用できる。ダウンロードしてきたモデルをこのブレンダーを使って、衣装の着せ替えを行ったり、他のデータ形式に変換したり、ボーンという骨を入れ替えたりできる。ブレンダーの解説はこのチャンネルの他の動画で行っているので探してみてもらいたい。YouTube 上にも無数に解説動画が存在するから、ここでは詳しく語らない。3つ目は Unity である。これは無料で使えるゲーム開発アプリである。同じく VRM1.0 に対応していて、VRM モデルの編集作業をこの Unity で行う人が多い。ゲーム開発はアセットというパーツをストアから購入して、組み合わせてキャラクターを配置して作るのが一般的だが、Unity を使えば、
個人でも無料でゲームを作ることができ、オンラインで販売もできる。そして、よほどの大ヒット作を生み出して億単位の売り上げを上げない限りは無料で利用できるのである。最近利用料金のシステム改定が行われて、売上金額ではなく、ユーザーのダウンロード総数に応じて課金するようになったようだ。だが、それこそメガヒット級のダウンロード数が発生しない限り、個人開発で使う分には料金が発生することはないであろうから心配はいらない。同人ゲームを作っても、最初のうちは数本とか数十本しか売れないのが普通だからである。皆さんもアセット素材を組み合わせて同人ゲームを作ってみてはいかがだろうか。ライドレックスが配布しているモデルを利用して、仮に収益が出ても、ライドレックスにお礼を送金する必要はない。ただし、あくまでピアプロの許容範囲である同人規模の利用を守っていただきたい。仮にライドレックスが配布しているモデルを同人利用ではなく一般商用利用したい場合は、原作者の許可とライドレックスの許可、両方が必要となる。ピアプロキャラクターであればクリプトンの許可が必要となり、重ねテトであればサークルツインドリルの許可が必要になる。YouTube など SNS への投稿程度なら申請は不要である。話はそれるが、商用利用が期待されるような完成度が高い二次創作物については、原作者が買い取るシステムがあっても面白いかもしれない。そうすることによって、原作者は開発費を抑えることができ、気に入った二次創作作品が投稿された時に、その中から選んで公式として使用できるからである。コンテストがそういう目的で行われているものもあるが、コンテストに応募されていない作品の中からも、公式が気に入った作品については買い取って利用することで、投稿した作家の収入にもなり、ウィンウィンである。ちなみに 3D キャラクターモデルコンテストは開催されているのを見たことがない。背景モデルや衣装パーツのコンテストしか見たことがない。3D モデルを作れる人間が極端に少なすぎるからコンテストを開催しても応募者がいないと思われているのだろうか。話を戻そう。次は、お布施版の VRM0.0 モデルが利用できるアプリの紹介である。VRM0.0 モデルは無料配布していないから、ここから紹介するアプリを使用したい人は、ブースからお布施版の有料モデルをダウンロードしていただきたい。一つ目のアプリは VRM ライブビューアである。これは MMD の代替えとなるアプリである。MMD でキャラクターを踊らせるには PMX モデルが必要だから、VRM モデルしか持っていない人は、VRM を PMX に変換する必要があった。しかし、その作業はとてつもなく複雑で、モデルをきれいに動かすには合体やジョイントといったボーンとはまた別の設定を膨大な数こなさなければならなかったのだ。変換作業だけで数日を要するのは普通で、場合によっては1週間以上かかる場合もある。それが、このソフトを利用することでモデルを PMX に変換せずとも、VRM のままキャラクターを踊らせることが可能になるのである。背景モデルやダンスモーション、カメラモーションの形式は MMD と同じ形式のものを利用できるから便利である。MMD を普段使ってる人なら操作方法も簡単に覚えられるはずである。いじれる設定項目が MMD より多く感じるから、映像を作り込みたい人に向いている。このチャンネルでも最近投稿しているダンス動画は、このアプリを使用して作ったものである。キャラクターの動きを滑らかに表現できる優れたアプリである。このアプリは VRM0.0 にしか対応していない。2つ目は、レコッテスタジオ。これは AHS 株式会社が発売している実況動画制作ソフトである。画面の隅にキャラクターを配置して、キャラクターに喋らせたり、ポーズを取らせながら、画面中央に流す動画の解説を行う動画を作ることができる。今皆さんが見ているこの動画も、このソフトを使用して作ったものである。このソフトも VRM0.0 にしか対応していない。3つ目は、アニメーゼである。これは VTuber の皆さんが配信ソフトとしてよく使っているものだ。ウェブカメラを使用して自分自身の顔をトレースしてアバターの表情を動かせる。3D モデルの他にライブ 2D にも対応している優れものである。全身を動かすことはできないが、バストショットの顔だけなら、これが一番使いやすいと言われている。4つ目はバーチャルキャスト。
メタバースプラットフォームである。モデルをアバターとして登録して、ウェブ上の仮想空間で遊ぶソフトである。配信機能が強く YouTube ライブで使用したりできる。日本のドワンゴ関連会社である株式会社バーチャルキャストが運営している。5つ目はクラスター。これもメタバースプラットフォームである。日本製のメタバースで日本語に対応していることと、パソコンだけでなくスマホにも対応しているのが売りである。同時接続25人制限があるようだから、中規模サークルのオンライン飲み会とかに向いているかもしれない。6つ目は VR チャット。これは世界で一番ユーザー数が多いメタバースである。日本語には対応していない。2023年元旦に同時接続9万2000人を達成したことがニュースになっている。日本人も結構多く利用しているらしいが、基本的に海外勢が多いので会話は英語である。7つ目は V ラスト。これは V ロイド同士を対戦させる格闘ゲームである。ストリートファイターのような横から見た画面構成で、自分で用意したキャラクターモデル同士を戦わせることができる。V ロイドハブと連携しており、V ロイドハブに投稿されている他人のモデルを使って遊ぶこともできる。V ロイドハブにはかなり多くのモデルが投稿されているから、キャラクター選びで悩むかもしれない。VTuber 同士で戦ってライブ配信したら、視聴者と一緒に盛り上がると思う。VTuber 界隈で喧嘩が発生したら、この V ラストで戦って再生数を稼いだら良いかもしれない。これら以外にも VRM0.0 に対応したアプリは多数ある。モデルに様々なポーズを取らせて撮影できるソフトが人気が高い。ライドレックスのお布施版モデルを使うと、ここで紹介したアプリだけでなく、現存するほぼ全ての VRM 対応アプリで遊べるのである。お布施版は割引する予定はないため、いつか値下がりするだろうと値下げ待ちをしている人は、今すぐ購入した方が良い。今後もライドレックス作品は基本的に割引を行わないつもりである。こういった二次創作作品は二次創作者の都合だけでなく原作者の都合により、いつ配布終了になるかわからないから、欲しいと思った時にダウンロードしておかないとなくなってしまう可能性がある。特に問題がなければ、いつまでも公開しておくつもりではいるが、こればかりは予想がつかないから、購入希望者の皆さんは早めにポチりましょう。なお、更新バージョンに期待して、なるべく後からダウンロードしようと考える人もいるかもしれないが、今公開されている8体のボカロモデルに関しては、重大なエラーが見つからない限り更新予定はない。仮に更新したとしても、古いバージョンをダウンロードした人たちは、最新バージョンを無料でダウンロードできるようになっているから、急いで購入して損をすることもない。逆に早く購入すると、古いバージョンと新しいバージョン両方を入手できるのである。今現在の最新バージョンは11月13日投稿のものであるから、12日以前にダウンロードした人は無料版お布施版どちらの場合も、もう一度ダウンロードすることをお勧めする。バージョンの数字が同じでも、モデルの合体やジョイントを調整しているものが多く、MMD で踊らせた時にモデルの動きや髪の毛の動きが従来とは異なるモデルになっているからである。次は PMX モデルが利用できるアプリの紹介である。PMX モデルは MMD 動画を作るための形式である。PMX モデルはライドレックスのピアプロサイトから無料でダウンロードできる。また、ブースのお布施版を購入することで VRM0.0 モデルと一緒に付属してくる。ライドレックスがこの8ヶ月間で一番苦労したのが、この PMX モデルの制作である。VRM モデルを完成させた後に PMX モデルへ変換して、そのモデルがきちんとアニメーションするように細部の数値設定を行う作業が膨大すぎて苦労したのである。見た目が汚くなってもよければ、細かい設定を気にしなくてもモデルは動くのだが、何も手を加えない場合は、衣装から肌が貫通したり、ツインテールが体に巻きついてしまったり、キャラの輪郭線がぐにゃぐにゃに曲がったりと見た目が汚くなってしまうのである。このチャンネルの MMD 動画の最初の方にあるミクの動画が、まさに調整する前の状態である。動きがぎこちなかったり、ツインテールの動きが変だったりするので、見れば一発で理解できるであろう。特に合体とジョイントの設定が決まらず、数値を少し変えては MMD で踊らせて、
髪型や衣装の崩れや動きを確認しながら、数えきれないほどの修正を繰り返した。合体とはバリアのようなもので、それを衣装や肌に設定しないと、すべて幽霊のように貫通してしまい、表面に触ったりすることができないのである。ジョイントはバネがついた骨のようなもので、合体と合体をつなぐ役割をしている。その数値の大小で変形具合が決まるから、これも数字を大きくしすぎたりするとおかしな動きになってキャラが崩壊してしまうのである。PMX 対応ソフトの一つ目は MMD である。これはキャラクターモデルを楽曲に合わせて踊らせるソフトである。無料で使えるソフトであり、キャラクターや背景、楽曲やモーションはネットで無料配布されている。利用条件は各素材制作者によって異なるが、その多くはクレジット欄に作者名を書くことで無料利用できる。楽曲に関してもボカロ曲であればボカロ P の多くが使用を許可しており、YouTube やニコニコ動画への投稿に関しては著作権使用料を支払わずに利用できる曲が多い。注意したいのは全ての楽曲が利用できるわけではなく、ボカロ P が許可している楽曲のみである。なお、他人の素材を組み合わせて作った MMD 動画は販売することはできない。素材の著作権は各素材の作者が持っているからである。あなたが MMD 動画を作って動画そのものを販売したい場合は、オリジナル楽曲を作り、オリジナルキャラクターをモデリングして作り、オリジナルモーションを作り、オリジナル背景を用意して、それらを組み合わせ編集して完成させたものでなければならない。商用利用可能な著作権フリー素材だけを組み合わせて、MMD 動画を作ることは可能かもしれないが、そのような MMD 動画が販売されている状況を見たことはない。ダンス動画は楽曲が重要であり、楽曲を売るための宣伝動画の印象が強い。よって楽曲そのものが著作権フリーのものであるなら、商品として作品を発信し続けることは存在意義の面で考えれば考えるほど、やる気が起きないかもしれない。要するにオリジナル楽曲を作れとライドレックスは言いたいのである。ボカロソフトを発売しているクリプトン社の目的もそこであろう。ユーザーはとにかく作曲しろということである。初音ミクという商品は、イラストやフィギュアがメイン商品なのではなく、音楽制作ソフトがメイン商品なのである。ただ、YouTube 投稿で発表したいだけの目的であるなら、オリジナル楽曲にこだわる必要はないかもしれない。それでも無料素材だけを組み合わせて MMD 動画を作り続けると、モデルや背景やモーションが必ず他人と被る部分が頻発することだけは避けられないであろう。最初から全て一人で作るのは確かに難しい。あなたが得意なジャンルで素材を作り、自分で作れない部分は他人から借りて完成させる。慣れてきたら、自分で作る範囲を広げて、最終的に全て一人で作れるようになると良いだろう。そうやって創作範囲を広げていけるのが、ミクミクダンスの素晴らしい面である。MMD はダンス動画だけでなく、通常のアニメ作品を作ることもできる。コントアニメや短編パロディアニメのようなものが、YouTube やニコニコ動画に上がっている。それらを研究して、ミュージックビデオではないアニメーション作品の方へ進むのもありだろう。話が長くなったから、MMD の説明はここまでにしておこう。2つ目はブレンダーである。VRM 同様に PMX もブレンダーで編集できる。Vroid スタジオでは作ることのできないヘッドホンなどのアクセサリーはブレンダーで作った。そして Vroid をブレンダーに読み込んでアクセサリーと合成するのである。ブレンダーはアニメーションを作ることができる高性能ソフトであるため、ブレンダー上で MMD のようなダンス動画を作ることもできる。3つ目はキャラミンスタジオである。これはレコッテスタジオと同じく AHS 株式会社が発売しているソフトである。MMD のようなダンス動画を作るソフトである。MMD や VRM ライブビューアほどの高機能はなく、モーションのぎこちなさや映像がミニチュア人形っぽくなってしまう特徴はあるものの、初心者が気軽にダンス動画を作って遊ぶには、十分楽しめるソフトとなっている。3D モデルと楽曲音源を用意すると、ソフトが自動で曲に合わせてキャラクターに振り付けを行い、ダンス動画を作ることができる。振り付けは編集でき、気に入らない部分は手動で他のポーズに変更できる。あらかじめ15体程度の版権キャラクターが組み込まれているが、自分で用意したキャラクターモデルを使用することもできる。
視聴者の皆さんは、ライドレックスの配布モデルとこれらのソフトを使用して、アニメや MMD 動画を作ることができる。MMD 動画を作ることによって、自分自身でも作曲してみようと考え始めたり、オリジナルキャラや背景のモデリングをしてみようとか、ダンスモーションやカメラモーションを作ってみようと考えるようになるかもしれない。そうして創作の範囲を広げることになり、ボカロワールドを広げることにもなる。若者だけでなく、老後の趣味としても良いものとなるでしょう。自分で作詞作曲した音楽に合わせて、好きなキャラクターを踊らせることができる。個人で作れるミュージックビデオです。ハマると思いませんか？あなたもハマりましょう。海外でもボカロ関連のサイトが大いに盛り上がりを見せています。全世界でボカロにハマってしまえば良いのです。そうしましょう。最後になりましたが、プレゼント企画のお知らせです。このチャンネルを見ている視聴者の皆さんの中から、抽選で3名様に、この動画で紹介したライドレックス式 3D モデルを1体プレゼントします。これはブースで配布しているお布施版です。VRM 対応アプリで広く使用できる VRM0.0 モデルと、MMD 動画を作るための PMX モデルがセットになっています。まず応募資格を説明します。応募資格はこのライドレックスチャンネルをチャンネル登録していること。それと、当選して得た 3D モデルを使って何かを創作する意思があることです。では、応募方法を説明します。次のアンケートの答えと必要事項をメールに記入して送信してください。送信先メールアドレスは ridorex@gmx.com です。アンケート問い1、次のうちあなたはどのキャラクターの MMD 動画を見たいですか？小春立花、夏木かりん、カフ、グミ、なんじゃも。問い2、あなたが今一番好きなキャラクターの名前を書いてください。ジャンルは問いません。問い3、あなたはアニメ、ゲーム、漫画のうち普段どれに一番お金を使っていますか？問い4、抽選に当選した場合、プレゼントされた 3D モデルをどのように使用する予定ですか？問い5、ライドレックスチャンネルに関して感想またはご意見ご要望をご記入ください。アンケートは以上です。アンケートの回答の下に、あなたが欲しいライドレックス式 3D モデルの名前を一つだけ書いてください。選択できるモデルは次の通り、初音ミク、初音ミク NT、鏡音凛、鏡音蓮、めぐりねるか、カイト、メイコ、重ねてと。最後に、チャンネル登録している証として、登録時のアカウント名を書いてください。確認のために YouTube スタジオでチャンネル登録の公開ボタンをオンにしておいてください。ボタンをオンにしておかないとこちらの YouTube スタジオに登録者名が表示されません。何か不都合がある方はサブアカウントで登録して応募期間中だけオンにしておくと良いでしょう。プレゼント発送期限の12月5日までは公開ボタンをオンのままにしておいてください。以上で応募方法の説明を終わります。応募開始はこの動画が公開された日がスタートです。応募締め切り日は2023年11月30日となります。この動画の公開から約10日間が募集期間です。当選者には12月5日までにモデルデータをダウンロードするための URL とパスワードを返信メールでお知らせします。メールの返信をもって当選者のみへ結果通知とさせていただきます。YouTube 上で当選結果を発表することはありません。抽選方法は乱数ジェネレータです。応募の早かった受信メールから順に1番2番と番号をつけていき、当選者番号は乱数を作り出すプログラムにより決めます。当選者の応募メールに記入漏れがあった場合は、もう一度乱数ジェネレータを起動して抽選します。アンケートの記入漏れにご注意ください。それではご応募お待ちしています。当チャンネルは登録者がまだ少ないため、当選する確率はとても高いです。応募方法を間違えないように、この動画を繰り返し何度も確認してから応募してください。今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。